最近流行りのディスプレイオーディオ、カーナビよりも安くて便利なんですけど、海外製はすぐ壊れる、音質が悪い、そんな不安を感じますよね。そんな海外製ばかりのところに、日本の老舗オーディオメーカーケンウッドから最新のディスプレイオーディオ、しかも9インチ大画面、角度調整ができるフローティングタイプで音に徹底的にこだわったモデルが出たので、海外メーカーと日本メーカーとではどれくらい違うのか、素人の僕でも感動できるレベルなのか、早速レビューします。ということで、こちらが今回 Amazon で買ってきたケンウッドの最新のディスプレイオーディオ DMX7509XS ですね。ちょうど2025年の12月ぐらいから一般発売されたものになります。早速箱を開封すると、説明書や取り付けに必要なケーブル一式、ハンズフリーで会話する用のマイクも入ってます。説明書はかなり分厚く、さすが日本の老舗メーカーって感じがします。そしてこちらがディスプレイオーディオ本体。モニターと本体が別々になっていて、モニターは後で合体させるタイプ、本体が 1D サイズなおかげで、これまでだと大画面モニターが物理的に枠に入らなかった車でも、モニターが外に飛び出るおかげで関係なく取り付け可能。それでは早速、最近納車された新車の GR86 に取り付けていきたいと思います。今回取り付けてもらうお店は名古屋にある電装専門店グロスバルダさん。電装専門でもう20年以上やられてる電装のプロショップになります。このままポン付けできればいいんですが、車によってはそのまま取り付けると隙間が空いてしまうこともあるので、こういう専用の外装パネルを買う必要があります。また車種ごとにハーネスが売ってるので、それがあると接続が簡単にできます。もちろんバックカメラも接続可能なので、今回同時に取り付けてもらいます。ケンウッドからもバックカメラは出てますが、 GR86 など一部の車種だと専用のバックカメラがディーラーで買えるので、それを取り付けると変な隙間もなく見た目がすっきりします。取り付け時間はだいたい2時間ぐらい。作業風景を横で見てましたが、86の場合だと内装をがっつりばらさないと配線隠しができないみたいで、横で見てて結構大変そうでした。必要であれば配線加工をしたり、マイクもハンドルの上に貼れば一瞬で終わるのに、プロのこだわりで外から完全にマイクが見えないよう、こちらのアイサイトのパネルにドリルで穴を開けて、そこに収納してもらったりと、素人の僕では到底思いつかない20年以上の経験があるプロだからできる職人の技で綺麗に取り付けてもらいました。まあ DIY でもできないことはないと思いますけれども、完璧な配線処理、マイクを加工して中に入れ込むなど、ほぼ純正レベルに仕上げてほしい方は初めからプロに丸投げが安定だと思います。それでは無事取り付け終わりましたので、早速どんな感じなのか見ていきたいと思います。これが取り付け後の見た目。横から見ると完全に浮いた状態になっています。そしてこちらが今回の特徴であるフローティング大画面9インチ。枠から出て浮いているおかげで上下左右自由に角度調整ができるようになっています。画面の上下位置もこういう感じで調整可能。この上下左右に角度調整ができるボールジョイントを使った方法が今回ケンウッドが一番推しているポイントみたいで、角度調整ができることによって、例えば運転席から見やすい角度にモニターを調整できます。運転席側に画面を傾けることによって視線移動を少なくして正面からモニターを見れるようになります。このまっすぐ向いている状態と運転席側に傾いている状態とでは見えやすさが全然違いますね。助手席側から見たらなんかタクシーみたいな見た目になるかもですが、これがめちゃくちゃ快適です。その理由が、画面が少し飛び出して運転席側を向いているおかげで、腕を伸ばさなくてもシートに背中をつけたまま自然にモニターに手が届いて、ボールジョイントの剛性も強く、かなり力を入れないと画面が動かないため、タッチ操作している最中にモニターがグラグラすることもないので、これがものすごいストレスフリーですね。スマホと同じ操作が可能なので、止まってる時に片手で簡単に操作ができます。ただしディスプレイオーディオなので、このままではラジオしか基本的には使えません。本格的に音楽やカーナビ、その他機能を使おうとすると、スマホや iPhone の接続が必要となります。昔からあるカーナビだと何もしなくてもラジオとカーナビはそのまま使うことができましたが、ディスプレイオーディオは基本的にラジオだけ聞けて、その他の機能を使うにはスマホと接続が前提なので、スマホを持ってない人はディスプレイオーディオを買うと絶対に後悔するのでやめといた方がいいです。逆に普段からスマホを使ってる人は、スマホに入っているアプリがそのまま車でも使えてめちゃくちゃ便利なので、今からその辺を詳しくご紹介したいと思います。 iPhone も Android もやり方ほぼ一緒なので、ディスプレイオーディオとの接続方法について軽く説明し、その後に実際の使い勝手を解説していきます。まず接続方法はワイヤレス、無線のパターンと USB をつなぐ有線の2つから選べます。有線で接続すると応答速度や遅延が改善され、スマホみたいにほぼリアルタイムで動きます。一方でワイヤレス接続になると Wi-Fi を使ってディスプレイオーディオ本体と iPhone が無線でつながるため、若干のラグが出ますが、今回のケンウッドのやつはそんなに気になるレベルではないです。無線だとこんな感じで若干ラグが発生するのがデメリットなんですが、それを上回るメリットが、車に乗り
込んでエンジンかけたら自動的に iPhone と接続になってすぐに使えるところ、これがめちゃくちゃ快適ですね。エンジンかけて数秒で Apple Music から音楽流れます。ただしワイヤレスなので充電はされません。充電もしながらカーナビや音楽などを楽しみたい方は、ディスプレイオーディオの裏から USB ケーブルが伸びてるので iPhone と接続することで 2.1A の高速充電しながら使えるので、そっちの方がいいかなと思います。有線接続の方法は USB ケーブルを iPhone に挿すだけ、それだけですぐ使えるようになります。逆にワイヤレス接続の場合は初回のみ本体と iPhone の両方から設定が必要になりますが、1分もあればつながって、それ以降はエンジンかけたら自動的につながるようになります。これで Apple CarPlay が使えるようになったので、早速どういう風に使うのかご紹介したいと思います。まず一番使う地図アプリ、 Google マップのアイコンをタップすると9インチの画面いっぱいに地図が表示されます。一般的なモニターの大きさは7インチが多いと思いますが、こちらは9インチの大画面なので、その分より広範囲の地図を一気にモニターに表示可能です。画面が大きいほど地図は見やすくなります。ちなみにスイスポで使っている13インチのディスプレイオーディオだと画面がさらに大きい分一気に見えるので、例えば高速の分岐とか結構手前からあらかじめ分かるようになるので、大画面になるほど地図アプリの使い勝手は上がります。話が少し脱線しましたが、その状態で画面をタップすると左上に検索などが出てくるので、そこを押してもらうと画面が切り替わるので、指で目的地入力してもいいんですけど、正直今の時代に指で入力は遅すぎるので、マイクのボタンを押せばハンズフリーで入力が可能です。音声認識の精度も Google と Apple の最新の音声認識技術を使っているので全く問題ないです。また今回のモデルはハンドルのリモコンボタンに自由に好きな機能を設定できるので、 GR86 みたいに音声コマンド用のボタンがあれば、そこに Siri を登録するとボタンを押して Siri を起動した状態で東京ディズニーランドまでナビと言えば Google マップで勝手にルート検索が始まってナビを始めることが可能です。高速を使う場合の高速料金まで最近のアップデートで表示されるようになったので、もうほぼカーナビと言っていいレベルまでいろいろ改善されてきています。カーナビだと買った時が最新ですが、ディスプレイオーディオだと iPhone や Android にアップデートが入れば最新の機能も追加されたり、画面の見え方とかもさらに見やすくなったりするので、カーナビみたいに買った時が最新でなく常に最新の状態で使うことができて、地図も無料で自動更新されるのがディスプレイオーディオのいいところですね。最近追加された新機能だとウィジェットというものが一番左の画面に表示できるようになって、例えばカレンダーの予定を表示したり、その場所の天気予報を見たりとか、自分の見たい情報など5個ぐらいまで選んで表示ができるようになりました。こういう風に日々新機能が追加されていきます。ただディスプレイオーディオはスマホの画面をモニターに映してる感じなので、カーナビみたいに大量のセンサーを使って自社位置の把握ができないため、首都高の地下トンネルを走ったらトンネルの入り口で GPS が途切れて、そこで地図がフリーズしてトンネル出たら一気にそこにワープすることがあるので、毎日カーナビを使ってどこかに行く方だとちょっと不便に感じるかもですが、僕みたいにたまに遠出する時に地図アプリを使う方だと、これから説明する機能が快適すぎるのでディスプレイオーディオの方がいいと思います。音楽を聴くにはアプリ一覧から普段使っている音楽アプリ Apple Music、YouTube Music、Spotify などほとんどの音楽アプリがディスプレイオーディオに対応しているので、普段サブスクでお金を払っているサービスがスマホだけじゃなく車でもそのまま使えるようになります。操作もジャケ写が出たりスマホと変わらず直感的に操作できるのでめちゃくちゃ楽。また Apple Music などの音楽はクラウドタイプなので、わざわざ TSUTAYA で CD 借りて MD に焼くみたいな作業一切不要で、昭和の曲から令和の曲まで聴き放題。その日の気分に合わせて AI が勝手に音楽を組み合わせていい感じの曲を流してくれるし、1990年の J-POP かけてと Siri に頼めば自動的に選んで音楽流してくれるので、車内のエンタメレベルが爆上がりです。これがカーナビだと Bluetooth で iPhone と接続することで音楽は聴けますが、古いナビだとジャケットの写真は出ないし、新しいナビだと出ることもあるんですけど画質が悪かったり表示されるまで数秒遅れたりします。画面を使っての操作も次の曲一時停止くらいはできますが、プレイリストは画面上から選ぶ、あの曲を探すといった操作はナビ画面からはほぼ無理で、結局スマホを持って操作することになります。もちろん運転中は違反になります。その点今回のディスプレイオーディオは音楽はもちろん聴けて、ここで地味に感動するのが画質で、従来のカーナビって実は WBGA っていう DVD レベルの画質なんですが、これは HD 画質に進化しているので、ジャケ写もスマホと同じ高画質で背景までおしゃれに表示され、そもそも iPhone の Apple Music の画面がそのまま大きくなった感じで誰でも簡単に直感的に操作可能。昔のカーナビ特有の画面のドットの粗さが全くなくて、ほぼスマホの画面と一緒ぐらい綺麗なモニターです。プレイリスト一覧やアルバム選択も車のモニターでサクサクできます。
ます。これに加えて世界的大企業の音声認識機能を使ったハンズフリー操作ができるのが快適すぎますね。 Siri や OK Google に対応しているので、明日の8時にミーティングの予定を入れてと Siri に頼めば、その予定をカレンダーに登録してくれるし、電話帳に登録されている人、例えば牧瀬クリスに電話してと言えば、その人に電話もかけてくれます。基本的に Siri が対応していることなら全部声で操作できるので、この最新のボイスコマンドが車で使えるようになるので、操作がめっちゃ楽です。また駐車する時もリバースに入れたら後ろに固定したカメラの映像をガイド線含めて表示してくれるので、駐車も簡単にできます。もちろん老舗音響メーカーのケンウッドが出した最新モデルなので、音へのこだわりがものすごいです。これ見てもらいたいんですけど、調整項目が意味わからんレベルで多くて、13バンドのイコライザーとか座席の位置に合わせて音が同時に届くように音の遅延時間を調整したりするタイムアライメントとか、正直音響素人の僕には何のことか全然わからないですが、純正スピーカーでも何とかしていい音を出してやるっていうケンウッドの執念を感じますし、プリセットを変えるだけで明らかに音が立体的になったので、これは音響マニアの方もいじりがいがあると思います。音楽や地図アプリ以外だとポッドキャストというアプリだとインターネットラジオが聴けるので、自分の好きな番組を選んで聴けるので、長距離運転の時も全然運転が退屈でなくなります。ただし Apple の CarPlay や Google の Android Auto は車で使うものなので、動画を見るとかはできないです。ただし今回のケンウッドは動画が見れます。その動画の見方は2つありまして、1つ目がミラーリング。これは iPhone の画面をそのままモニターに表示するやり方です。これによって Apple CarPlay では見ることができない動画をモニターに映して見ることができます。ミラーリングによくある遅延もわからないレベルだったので、ほぼリアルタイムだと思います。ただし映せるアプリに制限があって、 YouTube、Instagram、TikTok などの SNS 系は全て映りますが、 Netflix とか Unext などの著作権が絡んでくるものになると画面がブラックアウトして見れない仕様になっています。これを改善するには本体の裏に HDMI を挿すところがあるので、例えばそこに Amazon の Fire Stick をつけると、このモニターがテレビみたいになり Netflix を見ることも可能になります。ただ注意点として HDMI 端子は本体の裏にあるので、取り付けの時に HDMI の延長ケーブルをつけておかないと、後から挿すのは内装をばらさないと無理なので、 HDMI を使う予定がある方は最初に HDMI を挿しておいてください。ただそこまでするのはちょっとめんどくさいかなと思いますので、最近よく YouTube 見てたら流れてくるオッドキャストとかそういうのをつなげると、こちらの画面で簡単に動画も見れるようになりますね。僕は基本的に動画を見ずにほぼほぼポッドキャストのラジオかオーディブル派なので、カープレイで十分です。最後に海外製のディスプレイオーディオと日本のディスプレイオーディオの違いですが、やはり先ほど言った動画が見れるか見れないか、これになります。今 Amazon で人気のものはだいたい中国製のディスプレイオーディオになるんですが、中国製ディスプレイオーディオは Android タブレットを車用に魔改造したもの、つまりそれ自体がバリ大きいスマホなので、アプリを何でもダウンロードできるし、 Netflix や Unext などの動画もそのまま車内のモニターに映すことができます。ただしエンジンかけてから起動まで時間がかかることもあったり、長く使ってるとカクついたりアプリが落ちるっていうこともあります。耐久性に関しては僕がスイスポで使ってるポーミドのものは全然問題ないんですけれども、他のメーカーの Amazon レビューを見てみると、いきなり走行中に電源が消えたとかネガティブなレビューを見かけますし、海外製あるあるの車に取り付ける時に使う穴が海外製のためか合わないなんてことがあります。逆に日本の大手メーカーケンウッドとかパイオニアとかのディスプレイオーディオは日本の車専用に作られたオーディオ機器、振動や高音に強く動画をそのまま見れるなどの余計な機能を削ぎ落として音質と安全性に全振りしたもの。動画は Fire Stick をつなげるなど一手間加える必要がありますが、老舗オーディオメーカーの音のこだわり、日本メーカーなので耐久性があり安全面に配慮しているなど、こういうところが海外製との差かなと思います。ただ日本メーカーだから絶対に壊れないのかって言われたら、正直壊れる時は壊れます。実際僕も昔ケンウッドのドラレコを使ってて普通に壊れて捨てたことあります。機械である以上そこは運もあります。ただ壊れた時の対応が決定的に違いますね。 Amazon とかで売ってる激安の中華製の安いディスプレイオーディオは壊れたら基本捨てて買い直しです。サポートに連絡しても日本語が通じなかったり、そもそも連絡先が消えたりします。でもケンウッドなら1年保証があるし、日本のサポートセンターがめちゃくちゃ丁寧なメールで対応してくれるので、壊れない安心感じゃなくて何かあった時に守ってくれる安心感、ここにコストを払ってると思えばこの価格差も納得できるんじゃないでしょうか。これまでに僕は様々なメーカーのディスプレイオーディオを試してきてますが、海外製だとポーミドが今のところダントツでいいと思います。サポートも日本人が対応していて、修理対応は滋賀県にある日本の会社が担当しているので海外製であるんですけれども、日本クオリティ
のサポートが受けられます。なので動画をそのまま見たい方はフォーミド、海外製じゃなくて日本の大手メーカーの安心感やクオリティを買いたい方はケンウッドですね。もう今で取り付けて1ヶ月ぐらいですが、ケンウッドが今回推していたモニターの角度調整が自由自在で、運転席側にモニターを向けたとしてもかなり固く固定されているおかげで、操作しても一切ぐらつかず、自分に向いているため見やすく、片手で操作できるのが快適すぎて僕はめちゃくちゃ気に入ってます。ワイヤレス接続だとしても変な遅延とかもないし、車内空間をより快適にしたい方にはおすすめのディスプレイオーディオです。ただし毎日カーナビを使うような人だと地図の案内性能はカーナビの方が上なので、これにカーナビ機能をプラスしてテレビが見れるようになったのが 1.5 倍ぐらいの値段であるので、そっち買った方がいいと思います。スマホを毎日使ってる方はディスプレイオーディオにすると、もうスマホホルダー捨てていいし、毎月お金を払ってるサブスクアプリもそのまま車で使えるし、全て音声コマンドで操作できるので毎日の運転がかなり快適になるので、ディスプレイオーディオはおすすめです。今回紹介したケンウッドのディスプレイオーディオ、動画が見れる中華製と比べると若干高いんですが、日本メーカーの安心感とこの画質と音質を買うと思えば安いかなと思います。ただ Amazon だと価格が結構変動したり、定期的にセールとかクーポンが出て下手したらかなり安く買えるので、気になった方は概要欄に詳細を確認できるリンクを貼り付けておくので、他の方のレビューなども参考にしていただければと思います。こちらのチャンネルではドラレコ、ディスプレイオーディオ、毎日の洗車が快適になる洗車グッズ紹介、スイスポや GR86 の動画など幅広くお役立ち情報を発信しているので、この動画が参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねをよろしくお願いいたします。ということで今日はこの辺で、最後までご視聴いただきありがとうございました。